すこチャンネル。皆さんこんばんは、はすこです。今日は休みの日でなかなかベッドから起きれず何もしたくない、そんな無気力の塊の日でした。実は新人看護師時代にあることがきっかけでうつ病を発症してしまい休職した経験がありました。当時の病の経験や現在の落ち込んだ時の対策やモチベーションについて今回はお話しできたらなと思います。よく思う感情として何のために生きているのか、生きている意味がわからなくなるということがありました。現在はたくさん応援してくれる皆さんのおかげもあり、そう思うことは少なくなりましたが、仕事でうまくいかなかったり、自分の存在価値が見出せず考え込んでしまう時もあります。きっかけは5年前、裁判制度で裁判員に選ばれたことです。仕事を強制的に休んで始まった裁判の仕事は、内容は精神的に来るものですが、仕事としては充実していました。休憩もちゃんとあり、定時にしっかり終わる、自分の意見が反映されたりして、すごく有意義な仕事でした。裁判が終わり、看護師として復帰してから徐々に違和感を感じるようになりました。今まで当たり前だったことが当たり前だと思えなくなってしまいました。プライベートな時間がほとんどなく、何のために働いているのか、そういうふうに考えるようになり、生きるために働くとは言っても、じゃあ生きる意味は何だろうというふうに考えるようになりました。患者さんの前でヒステリックに怒られたり、全額を否定され、声をかけても無視、目の前にいるのに大声で悪口を言われるなど、看護の世界ではよくある女の現場の構図で当たり前と思って過ごせていたのに、現場を離れて違う世界を見て、この現場はおかしいんじゃないかなと思うようになりました。それから精神的に病院にいることがだんだんきつくなってきて、食欲もなくなり、眠れなくなり、涙が常に出てくる日々でした。そして精神科を受診し、結果は中程度のうつ病という診断結果でした。それから休職して自宅休養に入ることにしました。うつは自分はならないっていう風にずっと思っていたんですけど、誰にでもうつ病になりうる可能性は十分にあると思います。職場の人もみんなひどかったというわけではなく、支えてくれる優しい人ももちろんたくさんいました。きっと当選していなければそのまま普通に働けていたのではないかと思います。ただ今では全ての出来事にも意味があると考えて前向きに受け止めることができています。その後は病院を辞めて一般企業に転職した後、精神科に勤めることになりました。精神科に通ったことや自分の経験を生かして寄り添える看護ができるようになったのではないかと思います。今ではうつ病は乗り越えて発症はしていませんが、たまに虚無感や焦燥感に駆られて気分がすごく落ち込むことなどはあります。ちょっと薄いかも。気分が落ち込むのはほとんどは仕事でうまくいかなかった時です。ミスや自分が行った行動を振り返り戻らないのに気にしすぎてしまう。しかし今までとは違い、精神的にものすごく落ち込みすぎないようになった大きな違いがあります。それは生きる意味ができたことです。原動力になっているという言い方が正しいかもしれないです。ずっとそばにいてくれる愛犬のミントちゃんです。おはよう。ミントちゃん。
朝はお散歩に行くために早起きをして人間らしい生活を休日でも送れるようになりました。ミントが来てから外食することがほとんどなくなり、減量できた要因ではないかなと思います。本当に出会えたことに感謝しています。というわけで、ここからはメンタルを維持するための現在の習慣を紹介していきたいと思います。メンタルを維持するためのその1、早寝早起きをするです。昔の私は夜中に起きていました。朝早く起きなければいけない理由があることが早起きできる秘訣になると思います。とはいえ、やっぱり無気力になる瞬間ももちろんあります。この時間までには必ず行くというふうに時間の制約で自分を奮い立たせています。はつこチャンネル。メンタルを維持するためのその2、朝に散歩をすることです。朝日光を浴びながらお散歩をしているとすごく気分が落ち着きます。私は特に田舎に住んでいるので、自然を感じられてリラックス効果があることもかなり大きいのではないかなと思います。適度な運動はメンタル維持にも効果的です。メンタルの維持のためのその3、15分程度お昼寝をするです。昼寝中に体がリラックスすることでストレスのホルモンの分泌が抑制されて、ストレスや不安の緩和につながるそうです。ただし長時間睡眠は逆に昼夜逆転になるので注意が必要です。メンタル維持のためのその4、SNS に触れない時間を多くすることです。ちょっと部屋は散らかっちゃってるんですけど、ミントちゃんと一緒に遊んでもらってます。遊ぶ前と遊ぶ時の顔が違って、どんな時も全力でめちゃめちゃ癒されています。ミントが来る前はスマホで SNS を見ることが多くて、良くも悪くもいろんな情報が入ってきて、中には知りたくない情報や嘘の情報も多く、逆に頭がいっぱいになり、精神的に疲労してしまうこともありました。今はミントに集中することが多く、SNS を見る時間が減り、純粋にミントとの遊びを楽しめています。ミントちゃんのピュアな瞳にいつも救われています。メンタル維持のためのその5、犬吸いです。動物に触れたり匂いを嗅ぐことでオキシトシンというホルモンが分泌されて、心身のリラックス効果につながります。メンタル維持のためのその後、自分にご褒美を与えるです。お気に入りのサーモン寿司は意外と人気で、私の店の周りにはなかなかないんですけど、この日はあったので2つ買いました。そしてよく飲んでいるカフェラテ、程よいカフェインはリラックス効果につながります。メンタル維持のためのその7、推し活をするです。
特に大好きなオーディション番組は夢に向かって努力して切磋琢磨し、挫折や失敗を繰り返しながらも諦めないで頑張る練習生に勇気をもらい、自分を鼓舞することもできます。メンタル維持のためのその8、新しいことに挑戦するです。新しい発見や成長する自分を感じたり、何かに没頭することでネガティブなことを考える時間が減っていきます。以上、メンタル維持のための習慣でした。ほとんどがミントちゃんの存在が大きい気がしますが、少しでも参考になれたら嬉しいです。そして今すごく精神的に落ち込んでいるというわけではないので安心してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。